1987年、1台のスーパーロードカーがベールを脱いだ。その名前は F40。公道を走れる世界最速のレーシングカーであった。F40 は3リットル V8 DOHC4 バルブツインターボ478馬力、最高速度320キロ以上のものすごいパワーを持っている。フェラーリの原点はレーシングである。エンツォ・フェラーリはレーシングをするために車を売り、その得た資金によって再びレーシングに情熱を注いだのである。F40 にはこのエンツォ・フェラーリの強烈な自我と意志が見事なまでに貫徹されている。F40 は他の市販車とは違い、余分なものを剥ぎ取り、その姿はストイックなまでにスパルタンでレーシーな際立った特徴を持っている。エンツォ・フェラーリはひたすらレーシングで走れる車作りに情熱を捧げた。エンツォにとってはレーシングカーも公道で走れる車も同じであった。フェラーリにはレーシングの香りがする。人々はフェラーリに出会った時、この香りに酔い充実感に満たされる。フェラーリとは公道を走れるレーシングカーである。F40 はこうしたエンツォの考え方をフェラーリ社のスタッフたちが技術の粋を尽くして性能を極限まで高めた現代のロードゴーイングレーシングカーである。そしてこの F40 はエンツォ・フェラーリが亡くなった今日、まさにエンツォ自身のメモリアルとなったのである。日本における F40 のファーストオーナーである切替徹氏はこの時の模様をこう語る。フランクフルト省から帰ってきて、当然すぐオーダーは入れたんですよね。ところが待てど暮らせどいつになっても F40 は来ないわけです。でも何回か催促したんですよね。どうなった?いつ入るんだと。そんな時、ちょうど今年の1月ぐらいだと思います。テレファックスが来たんです。一台、値段は高いが速納車があると。見てみない。そんなファックスが来たんで、たまたまちょうどイタリアに行く用事もあったので、じゃあついでに行こうと。いうことで、思い切ってイタリアまで行きました。あるフェラーリのデーラーに行きますと、40がショールームの中に置いてありまして、何人かのコレクターが見てるわけですよね。聞いてみますと、スイスのコレクターとか、イギリスの大金持ちとか、フランスの資産家だとか、4、5人確かいましたね。で、お金を払えばこれは乗って帰れるという車だったわけです。もちろん値段を聞いてみたときに、当然定価の3倍はしてましたね。で、僕も、車をじーっと1時間ぐらい見てましたけど、もしこの場で、この車を、いや、他の人に譲ってもいいと。今回は諦めようと。そういう気持ちで諦めることができるんであれば、僕は自分で思ったんですよ。もう F40 は諦めようと。どうしてエンジンかけて、ちょうどその時乗せてくれるってことになったんですよね。当時5、6人ばかり。で、エンジンをかけて外に出て乗せてもらったんですよ。僕3番目だったんですよね。で、ブーンと走ってきて帰ってきたので僕買おうと思って。で、その時に、値段は云々よりも、どうしてももう、この車を持って帰るという気持ちになったんですよね。だからその時に冷静になってもう、高いからやめようという気持ちがあったらね、僕は永遠にこの車はもうやめようと思ってます。ガレージに入ってエンジンかけて、一人で高速走ったんですよね。
やっぱり初めて乗った瞬間にね、この車は今までのフェラーリとはもうまるっきり違う車だなと思いました。それはなぜかっていうと、もう足回りがね、全然違うんです。シャキッとしてまして、本当にちょっとカミソリの刃のごとにパッと切るとパッと動く。まあ、これはもうスポーツカーじゃないな。まるっきりレーシングカー。もうこれは今まで乗ったフェラーリとは全然違う。とにかくもう走ることだけの車。そんな印象でしたね。ですから、クラッチの離し方、発進の仕方って非常に難しいわけですね。それと走っていて、排気音はすごくロマンチックな音がするんですけど、エンジンルームのノイズがかなり室内に侵入してくるんですね。ですからこう、スポーツをしてるって感じするんですね、乗っていてね。で、非常にダイレクトにその、路面の状況も、その人間に伝わってきますしね。本当にもう、走る車だ。これはもう、これこそ走る車だという感じがする。
やっぱり一番最初に感じることはハンドリングが非常に良いことですね。それと、足回りがシャキッとしてます。つまり、足回りが非常に固めですので、コーナーリングをしてもですね、ハイスピードでコーナーに飛び込んでいきます。ですからもう、本当に高いハイスピードコーナーリングが可能な車ですね。それと、やはり最高な味っていうのは、高速道路ですね。もう誰でも度胸さえあれば300キロは可能な車だと思います。とにかく、ウエストウェイトのバルブの吸入する音がですね、ドライバーのこの耳に入ってくるとね、もうたまらないですね。もう自然とアクセルが力が入ります。まあ、ハンドリング、それからコーナーリング、そしてさらにいいのはブレーキングですね。これはかなり大型の330ミリの4ピストンキャリパーがついていまして、踏めば踏むだけ、効くといいですか、もうブレーキをして非常に楽しい車ですね。これは、スポーツカーあるいはレーシングカーの中でも、ブレーキングをして楽しい車っていうのは、なかなかないはずです。今までの市販のスポーツカー、特にテスタロッサ328ボクサー、このクラスは意外とコーナーリングしますとアンダーが意外と出るんですよね。ところが410の場合は当然足張りがレーシングカーと同じアライメントに設定してるんですね。ですからその関係もあってロールも少なくて、もう非常に高いスピードでコーナーリングを楽しむことができます。ですから山道を走ってもいいし、高速道路を走ってもいいし、とにかく楽しい車です。エンツォ・フェラーリにとってオープンロードは夢と冒険に満ちた華やかな舞台であった。エンツォがレーシングを始めた時代、戦いの場はオープンロードであった。レーシングのスターたちはその舞台の上で踊り、歌い、華麗に舞った。人々は興奮の中でレースに熱狂し拍手した。エンツォもこのレーシングのスターであった。この時、バラッカ公爵から勇気の象徴として第一次世界大戦空の英雄の愛機につけていた紋章を受け取る。以来このカバリーノ・ランパンテはフェラーリの象徴のエンブレムとなったのである。エンツォはこの羽馬をつけて伝説のスクーデリア・フェラーリを起こし、アルファロメオで本格的なレーシング活動を開始。息子の D の誕生をきっかけとしてレーサーから身を引き、プロデューサー、ディレクターとして辣腕を振るい始めたのである。エンツォはこのスクーデリア・フェラーリ時代、マントバのスピード男と異名を取り、エンツォのレーサーの理想像となった天才レーサー、タッツォ・ヌボラーリとコンビを組むことになる。そして1935年、ドイツグランプリで当時強力なライバルであったメルセデスやアウトウニオンなど、ドイツとの激しい戦いに勝利し、イタリア中を熱狂させたのである。この勝利によってスクーデリア・フェラーリの名前はイタリア中に知れ渡った。そしてこのスクーデリア・フェラーリを率いるエンツォ・フェラーリの名前も不動なものになったのである。エンツォはレーシングカー作りに情熱を燃やし、第二次世界大戦後、いち早くレーシングカーを完成し、レーシング活動にデビュー。ここに、フェラーリの栄光の歴史の第一歩を飾る。フェラーリはその後、
F1 での勝利と同じように、ルマンにおいて1949年の勝利を皮切りに、1960年から65年まで連続勝利を飾る。フェラーリの名前は、その美しさと高性能によって世界中に知れ渡り、多くの人々がマラネロを訪問するようになった。フェラーリが勝つたびに伝説が出来上がっていったのである。1956年。この年はエンツォ・フェラーリの90年にわたる人生の中で、常にエンツォにつきまとい、悲しみの追憶の彼方に消え去ることのない残酷な年として、長く後世に伝えられるだろう。それは24歳という若さで金ジストロフィーで死んだエンツォ・フェラーリの愛する息子ディーノの死んだ年である。ディーノはモデナの専門学校を卒業し、スイスでエンジニアリングを身につけ、さらにボローニャ大学で経済と商科を収めるなど、フェラーリ社を継ぐべき後継者としてふさわしく成長していた。エンツォ・フェラーリはディーノに帝王学を教え込み、ディーノにフェラーリの未来を託していた。その頃ディーノは自分のアイディアによる V6 エンジンの開発に携わっていた。しかしディーノは病弱だった。死の影が忍び寄り、絶望的なほど衰弱していた。金ジストロフィーであった。エンツォはディーノの体が病魔に蝕まれ、死ぬことは我慢ならなかった。エンツォは手当てを尽くせば、ディーノの健康が回復すると信じていた。フェラーリ帝国の君主として、思い通りにならなかったことのないエンツォは、ディーノの病気も自分の手で治せると思った。そこでエンツォは栄養表を作り、あらゆる治療を試み、ディーノが回復することを祈った。しかしディーノは、エンツォの願いも虚しく、呼吸を止めた。1956年6月30日、死神は永遠にディーノを連れ去った。もうディーノは二度と目を開けることはなかった。もはやディーノは自分の手には帰ってこない。ディーノの死は、エンツォ・フェラーリにとって衝撃的であった。これまでフェラーリ帝国の君主として君臨してきたエンツォは、初めて自分の思い通りにならないことがあることを知った。このディーノの死によって、エンツォに漆黒の闇が覆い、静寂と無力さが取り巻く。もはやエンツォにとって永遠の闇が訪れた。
これ以来エンツォ・フェラーリはレーシングの現場から遠ざかり、黒メガネが彼のトレードマークとなった。ディーノが死んだ後、エンツォはディーノの意思を継ぎ、ビットリオ・ヤーノに V6 エンジンの完成を命じている。このエンジンはディーノに対するメモリアルであった。1956年11月、ディーノエンジン完成。そして1958年、2.5 リットルディーノ F1 が勝利する。そしてエンツォは愛する息子の書いた直筆のサインを至るところに散りばめた D の GT を発表した。父親の思いを込めて。この D の GT は V6 エンジンを積み、ピニンファリーナの美しい衣装をまとい、フェラーリを愛する人々によって世界中の人々の心を掴んだのである。初めてフェラーリを見たのは昭和46年9月23日。これは今でも鮮明に覚えてます。場所は大阪の中之島公園前ですね。赤い低い車が目の前に止まっていたんです。当然僕も車が好きだったので近寄ってみますと、それがフェラーリ D の 246GT ということはすぐその時分かりました。最初の印象っていうのはやはりシルエットの美しさですね。それと金属音の排気音ですか。これがすごく自分のハートにすごく響いたんです。大阪で初めて見た D のを見てから家に帰っても寝ても覚めても D の一色だったんですね。どうしたら手に入れられるか。本当に悩みました。当時の若者の給料としてはかなりもらっていましたので、なんとか D のを買いようということで探したんです。で、たまたま東京に1台 D のがあったんですね。もう見て、車を一周してエンジンをかけてボーっとして、その時3万円払って帰ってきたんですね。そういう日がありました。車としてはやはりもうハンドリング、それからコーナーリングはもう今まで乗った車とは全然違いましたね。やはりその車とドライバーとの一体感、そういうものがディーノにありました。ハンドリングして非常に楽しい車なんですよね。ですからやはりレーシングカーのフィードバックっていうのはディーノにはやはりあったと思いますね。これぞフェラーリというと、やはり僕にとってこれぞフェラーリは365ボクサーですね。51年の10月ぐらいだと思います。やはりディーノを自分のものにした時にやはりパワー不足だったんですね。それでそんなつもりでボクサーに乗りましたんで、これはさすがにロー、セコ、サード4速ね、5速と全然ディーノとは違いましたし、またブレーキングもいいし、それからもうなんて言っても素晴らしかったのは
エキゾートから発せられるフェラーリサウンドですね。これは上バーキャブレーターからの吸入音がもうまともに入ってくる素晴らしい音です。まあこの車は縁があってうちのガレージに未だ買って住んでおりますけどね。まあ14年もう僕は持ってます。そうですね。やっぱり12気筒の魅力っていうのは単なる飛ばしていいってことじゃないんですよね。スピードを出せばいいってことじゃなくて、ゆっくり走っていても、やはりその続々というする乗って楽しいっていうんですか、感動があるんですよね。もちろんこれはディノにもありましたけど、やはり、パワーがある分余裕があるわけですね。ですから、ボクサーは最高です。フェラーリの場合は、レースをやるために、その資金作りのためにですね、市販のスポーツカーを作って、利益を出して、それに、レーシングカーの部門に、バックするという形をとってるんですよね。ですから、僕たちが好きな点は、そういうレースをやるために、作られた、市販スポーツカーなんですよね。ですから、すべての市販のスポーツカーが、レーシングカーのノウハウを受けてるわけです。
ボディがですね、F40 は複合材料を用いたということです。つまり、カーボン繊維、ケブラー、それから軽合金、ファイバー。こういうものは一つ一つは弱いんです。でも合わせることによってかなり、強化な材質ができるわけですね。それによって、その複合材料を用いることによって車重の軽量化に成功しています。それと当然ボディの耐久性ですか、これもかなりアップしてますね。それと第2番目は、日本の誇る IHI ターボ、これを採用したことですね。IHI ターボと、それからベールというメーカーのですね、インタークーラー、これの兼ね合いで478馬力という大パワーをですね、可能にしております。3つ目は、やはり F40 は走ることだけを考えて作られた車です。ですから、絨毯もなければカセットもありません。それから、このドアの内張りももう取り除かれて、走るだけの車ですね。当然ですから、他のパーツもかなり軽量化されておりますので、ちょっと見たからには華奢な感じがしますけど、それはあくまでもフェラーリの走るということだけを考えられた車ですので、まあこれは仕方ないと思います。特にこの F40 はこのままでもレースに出られるような、まさにロードゴーイングレーシングカーですね。
F40 が発表された日、かつては威厳に満ち、張りのある声で周囲を圧倒し、スポーツカーとレーシングの世界に君臨したフェラーリ帝国の君主は老いていた。エンツォ・フェラーリは遠く幻を見ていた。ヌボラーリが、ディーノがいた。そこには羽馬が黄金に輝き、暖かい日の光と栄光の日々が走馬灯のように駆け巡っていた。真っ赤な美しいドレスを身にまとい、320キロオーバーのフェラーリサウンドを響かせ、究極の公道レーシングカーとして完成した F40。イタリアンレッドは情熱。エンツォ・フェラーリによく似合う。フェラーリの歴史はレーシングの歴史。エンツォ・フェラーリはレーシングに情熱を傾け、レーシングに命を捧げた人であった。今、幾多の伝説を生んだエンツォ・フェラーリはもういない。F40 はメモリアルとなった。私たちはこの D の GT と F40 の2つのレクイエムを忘れることはないだろう。